今回はこんな感じの折り返して自立するような小物入れを作っていきます。帆布の薄手のものを二重にして作っていきたいと思います。それでは今から型紙を作ります。まずは底の部分を作って、あとはマチを作るだけなんですけど、少し底の形を丸くしたいので、この曲線の定規を使って作っていきます。サイズは20センチ ×17 センチにする予定です。いつも縫い代はだいたい生地だと 7ミリぐらいを取ってます。革だとほつれる心配がないので5ミリぐらいにしています。今底の部分のサイズ出しをしました。横が20センチ、縦が17センチになります。で、一緒にのりしろ分も、ここの部分ですね、出しておきます。で、ここにカーブの定規を当てて、どのぐらい丸くしたいかなっていうのをこれで見ながら書いて足していきます。今回は R を50にしました。このぐらいのカーブです。結構丸い感じにしたいと思います。そして、縫う時のポイントなんですけども、横がこのように直線だと縫った時につられて逆にこうへこんだような形になってしまうので、バッグを作る時ちょっとここにまたカーブをつけるんですよ。大体ね5ミリぐらいプラスになるように作ったりとかするんですよ。今回は R500 ぐらいにしておきます。ここですね、この上の部分のカーブが最大の位置になります。これで長方形のサイズより4ミリぐらいプラスになってます。本当は半分にしてからシンメトリーになるように作るんですけど、今回そんなに精度を求めていないので、このまま切っていきたいと思います。結構綺麗にシンメトリーになりました。印の部分は折り曲げてカットして三角にしておきます。これで底の部分が完成しました。あとはマチをつければ完成です。今回マチは縫う箇所を1箇所にしたいので長いマチになります。このようにカーブを当てながら手作業で出していきます。縦は7センチなんですけど、折り返す分を入れるので10センチで作っていきます。
それでは縫っていきたいと思うんですが、マチの部分にちょっと寂しいのでこれでタグをつけていきたいと思います。もうこれは適当にカットします。何してんの？ママも寝るよ。うん、いいよ。今回は全部袋縫いで縫っているので、裏返すためにここだけ開けて縫いました。でここは手縫いで塞いでいこうと思うんですけれども、ギリギリまでミシンで縫ってから塞いでいきたいと思います。ということで完成しました。今回はハンプで小物入れを作りました。お店のガレットを入れる箱がなかったので作ったんですけれども、お家でもこのようにある布で作るといろんな小物が入れられるのでとっても便利かと思います。で縫い方なんですけれども、今回は全部袋縫いで縫いました。袋縫いっていうのは縫い目が見えないような全部内側に折り込んで縫い目を出さない縫い方なんですけれども、それを表裏両方作って縫い合わせているんですけれども、最後の部分は手縫いで縫って隠しています。で袋縫いをしているので表裏使えるんですよ。なので今回はちょっと折り返して使いたいので、このようにタグが折った時に見えるようにこの位置で使おうと思ってるんですけれども、これをもう少し高さが欲しいなと思った時はへりをですね縦にして裏返すと両面で使えるようになってます。今回はこのハンプの薄手の生地を使ったんですけれども、抗菌がしてあるみたいでちょっと加工してあるのでより張りがある生地になります。もっと厚手のハンプだともっとしっかりした小物入れになるんですが、今回はこれが残っていたのでこれを使ってみました。私がこの小物入れを作ろうと思ったきっかけが YouTuber の方が時計とかアクセサリーを外した時に入れる小物入れ、革のものを使っていたんですけど、その方がね旅行に行かれる時にそれを折りたたんでカバンに入れて旅行先でも使えるように持ってってたんですよ。旅行行った時って時計とかアクセサリーって外すと割となくしやすかったりすると思うんですけれども、こういうのがあるだけですごく便利だなと思って、でこれも折りたたんでも全然カバンに入れられるので、こういったものも作ってみたいなと思ったのがきっかけです。これはね本当に誰でも作れると思いますので、ぜひこういうのでお家の中整理されてみたらいかがかなと思います。今回はこんな簡単な小物入れを作ってみました。次回はですねシルクスクリーンを行っていきたいと思います。 T シャツくんというような機械を使うんですけれども、エプロンとかあとはエコバッグに印刷をしていきたいと思いますので、次回もぜひご覧になってみてください。今回の動画が気に入っていただけましたらいいねボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。